私は今回、人類盆栽大好き化計画ということで、日本の文化である盆栽をどのように持続可能な社会に活用していけるのかを探求しました。今世界では SDGs と呼ばれる持続可能な開発目標が叫ばれています。私がなぜこの探求をしたかというと、このような17個の持続可能な開発目標から SDGs が形成されているのですが、その中でも私は SDGs ナンバー11の住み続けられる街づくりをという目標に目が留まりました。その目標の中のターゲットの一つに、世界の文化遺産や自然遺産を保護し、保っていくための努力を強化するという目標があります。しかし、文化庁が報告している文化に関する平成30年度の世論調査の結果では、相反する結果が出ているんです。その結果によると、この1年間でどの程度文化芸術イベントの鑑賞を行ったかという質問に対して、全く鑑賞していない、ほとんど鑑賞していないが約半数もいるんです。これだけではありません。この1年間で鑑賞のみでなく、文化芸術活動をどの程度実践したかという質問に対して、文化芸術活動を全く実践していない、また、わからないという回答が75% もあったんです。これは、4人いたら3人が日本文化に興味がないことと一緒なんです。このように日本文化に関心を持っている人が少ないという事実を知って、とっても悲しく感じました。その結果を踏まえ、埼玉県民として地元に根付いた文化は何かと家族と討論してみました。すると、大宮の氷川神社のお祭りだとか、岩槻の人形、小川の和紙などが話題に上がりました。その中でも、社会的にも知名度があるものにターゲットを縛り、日本を代表する文化遺産の一つである盆栽をテーマとして取り上げたいと考えました。今回の発表では、住み続けられる街づくりをしていくために、必要な課題を盆栽を使って解決で導いていきます。私は盆栽でどのように SDGs の課題を解決できるかをより専門的に多角度的に調べるために、文献や書籍などの上っ面の知識だけでなく、真の実情を把握したいと感じ、泥臭い活動を行いました。今回その活動を行わせてくれた盆栽園が2つあります。こちらの2人は兄弟で、左の方は矢島園の園主、矢島勇さんです。そして右の方は矢島清宝園の園主、矢島忠さんです。私がボランティアを行っている中で、世界盆栽という雑誌の取材を受ける機会がありました。その編集長に矢島兄弟について話を伺ったところ、商品盆栽の中では唯一無二で、盆栽業界では知らない人はいないほど有名人だとおっしゃっていました。では、こんな素晴らしい有名人の盆栽園で、どんな泥臭い活動をしたのか、具体的には電話を行い、盆栽園を訪問し、実際に園さんのアシスタントとして盆栽活動を行いました。そして私は自分の体験をもとに現場の実情を肌で感じることができました。盆栽は表面上では花びらかに見える反面、作業は地道で水やり、草むしり、土ふるいを1年を通してやり続けなければならないことに気づくことができました。そして盆栽の園さんにこのような地道な努力が現れている盆栽はこれからどうなっていきますかと質問しました。すると、商品に分類される盆栽はこれから5年後にはなくなってしまうだろうとおっしゃっていました。なぜそのようになってしまうのか考えてみたところ、商品盆栽は非常に手間がかかるにもかかわらず儲からない。若い人を引きつけるリクルートがされていない。そのため、盆栽の作り手の高齢化が進んでいき、後継者がいなくなってしまうことが原因なのではないかと考えました。そして、私は後継者がいないという単純な理由で、盆栽という日本の大事な文化を証明させないために、ある解決策を思いつきました。それは、若者に馴染みのある YouTube で、盆栽を発信するということです。YouTube を媒体として活用することで、若者が盆栽に触れる機会をより増やすことで、盆栽に関心を持ってくれると考えました。私は両親と協力して若者が盆栽に興味を持ってもらえるよう、盆栽種という名前で YouTube を始めました。なぜ盆栽種という名前にしたのかというと、パッと見て盆栽チャンネルだと分かるようにしたかったからです。そして上のこの絵がチャンネルアイコンなのですが、このチャンネルアイコンも盆栽を広めていけるようにキャッチーかつ
独創性の高いものにした方がいいと思い、自分で描きました。私は YouTube の動画の作成にあたって、誰もが関心を引くような盆栽の企画を、自分の考えだけでなく、演習をはじめ、他の人の意見を聞いて、それをもとに自分自身で企画を考えました。そして、私が月曜から土曜まで学校に行っていて、時間が取れないので、両親にお願いし、盆栽園の状況や練りに練った企画を撮影してきてもらいました。その撮影してきてもらった映像を自分が編集し、YouTube にアップしていました。その中でも私は YouTube の活動の中で工夫したことが2つあります。1つ目は、視聴者が見ていても飽きない、かつ見やすい動画や編集を行いました。具体的に言えば、思わず見たくなってクリックしてしまうようなサムネイルの活用や、短時間で視聴者に伝わる動画構成など、言い出したらキリがありません。二つ目は、毎日投稿することです。動画を毎日見てもらうことで、定着させ、盆栽の話題に毎日触れてもらい、自然に習慣化させ、関心を持ってもらえると考えたからです。このような工夫を1年以上続けた成果があり、チャンネル登録者や視聴回数はどんどん増えてきました。しかし、現実はそう簡単なものではなく、一番の狙いであった若者の視聴者は、ほとんど獲得することができませんでした。こちらの棒グラフを見てください。これは、日本での盆栽種の YouTube を見ている人の年齢層についてです。65歳以上がずっば抜けて多くて、そこから階段上にどんどん減っていき、10代はほとんど見ていないということが分かりました。私はこの結果を受け、YouTube だけで不足していると痛感させられ、若者に人気の TikTok、Instagram、Twitter にも情報発信の場を拡大し、最終的には Facebook まで拡大しました。このように盆栽を若者に知ってもらえるよう、試行錯誤を繰り返しましたが、思い通りに若者の視聴者を獲得することができませんでした。しかし、私は持ち前の粘り強さを発揮し、ここで諦めませんでした。日本で集められないならば、海外から集めればいいんじゃないか。そう気づいたんです。私は世界は広いので、盆栽に興味を持ってくれる若者はいるという仮説を立て、それを検証するために行動を起こしました。まずはじめに、私は海外の方と接触してみようと、越谷国際フェスティバルにボランティアとして参加しました。越谷国際フェスティバルとは、地域に住んでいる外国人と仲を深め、お互いの文化を理解し、認め合うイベントです。参加してみると、ウクライナ、ジャマイカ、トルコを含む10カ国もの国の人たちが参加していました。参加者たちは自分たちの国で有名な料理や民芸品を売り出しており、どれもとってもユニークなものばかりでした。そんな中、私はボランティアとして参加者をサポートするために話す場面があったのですが、その人たちと実際に交流してみて、一番初めに感じたことは言語の壁でした。いくら相手にボディーランゲージを使っても、全く言葉がわからないと会話することができないということに気づいたんです。この実体験より映像だけでは伝わる情報は薄いと感じ、動画に翻訳入れ込むべきだと思いつきました。海外の人にも動画を見てもらえるように YouTube において毎日の動画に今世界で使われている主要な20言語の翻訳を行いました。この活動を行うことで海外の視聴者にも日本の文化である盆栽について興味を持ってもらえるよう努力しました。すると、たくさんの国の人たちから見られることに成功しました。では、こちらの棒グラフをご覧ください。これは海外で盆栽種の YouTube を見ている年齢層についてです。見てみると35歳から44歳が一番多く、若者の視聴者も日本より格段に多いことがわかります。この結果により、私は世界の若者が盆栽に興味を持ったことを実感し、仮説が間違っていなかったと確信しました。そして国内だけでなく、海外にもチャンネル登録者が増え、今では7000人ほどになりました。一般的に YouTube で1年間に登録されるチャンネル登録者の数の平均は1000人と言われています。しかし、今回私が企画したチャンネルでは、1年間で平均の7倍ものチャンネル登録者を獲得することができました。これは今回隠した盆栽チャンネルが、この1年間でどれほど興味を持たれているかということが表されています。また、インスタグラムでは約3500人以上のフォロワーを獲得することができ、Facebook では約4500人ものフォロワーが増えました。
この数値だけでも日本の盆栽の国内外に対する関心度を確認でき、日本の文化を活性させることができたと考えますが、それだけではありません。私の YouTube をきっかけに動画撮影を行っている盆栽園に、日本だけでなく、中国、アメリカ、スペインなどの国内外の人たちの訪問が急増し、購入されることが増えたと、園さんから喜びの言葉をいただくこともできました。このグラフをご覧ください。これは私が撮影を行っていた盆栽園の Google マップの閲覧数のグラフです。2022年1月10日から2023年1月17日までの記録なのですが、先ほども述べたように日付と閲覧件数が比例的に上がっていることがわかります。このように盆栽界がより発展し、活性化することに多大な影響を与えることができたと考えています。また、盆栽の存在さえ知ってもらうことができれば、作る楽しさ、盆栽そのものの価値はおのずと理解してもらえることができると証明できました。このように私は日本文化である盆栽を国内にとどまらず、国際的にも広め、たくさんの人に興味を持たせることができ、日本文化保護の第一歩を踏み出すことに成功できました。しかし、国内外に日本文化の盆栽を広めても、盆栽が住みやすい、持続可能な街づくりに活用できるとは言い難いですよね。次に、私は2030年までに大気の輸出やゴミの処理などに特に注意を払うなどして、都市に住む人、一人当たりが環境に与える影響を減らすという目標について語りたいと思います。皆さんは一つの盆栽から何個の盆栽を作れるかご存知でしょうか？ 1、1鉢、2、3鉢、3、10鉢、4、無限鉢ってことで選んでもらいたいんですけど、選び終わりましたかね？正解発表に行かせていただきます。正解は4の無限鉢です。当たっていた人はいたでしょうか？なぜこんなにも盆栽を作ることができるのか？それは盆栽によって無駄なものが出ないような技法を使っているからです。選びきれないほどたくさんある技法の中から今回3つだけ紹介しようと思います。1つ目は寝伏せです。盆栽の根を切り離して他の植木鉢に植え替えます。そうするとまた1本の木として成長することができます。2つ目は取り木です。盆栽の幹の途中で傷をつけ、養生し、さらに上下の部分で栄養の供給ルートを寸断することで、傷をつけたところが根が生えてきます。自立できる状態まで成長したら、上下を切り分けて2つにし、切り分けた上の部分を土に戻すと、1つの盆栽が出来上がります。また、切り分けた下の部分も適応に対処することで再生し、元気に成長することができるのです。3つ目は挿し木です。盆栽から枝を切り、その枝を植えることで、切断面から根が生えてきて、立派な盆栽に成長していくのです。盆栽の育成には赤玉土という保水性の高い土が使われます。なぜこのような土を使うのかというと、盆栽は自然界と異なり、厳しい状況下で育成されるため、十分な肥料や水分を常時吸収しなければならないからです。この赤玉土は盆栽の大きさにより、粒の大きさを使い分けており、植え替えのたびにふるいなどを使用して粒の大きさを整えます。細かくなった土は畑などで使うことができます。赤玉土は繰り返し盆栽の植え替え用の土として使える。つまり再利用できる土と畑などに戻す土に分けて使うことができるのです。盆栽は切った部分だと通常では捨てられてしまう部分でさえ活用し、別の盆栽を作り上げ、土ですらも繰り返し使用することで無駄にしないという循環型システムが形成されていることが、これだけでもとても伝わると思います。ここでイギリスの国際的なリスク分析会社が2019年に発表したデータを見てみましょう。このデータは世界194カ国における廃棄物とリサイクル状況について調査したものです。そのレポートによると、世界全体で21億トンの廃棄物が発生しているのにもかかわらず、リサイクルされているのはこのうちわずか 16%、3億23,000万トンしかされていないのです。そのような状況で、盆栽がリサイクルされている率は 100% と言っても過言ではないのです。考えようによれば、一つの盆栽からまたもう一つの盆栽が生まれるということは 200% であり、それを100個作ったら1万%にもなるのです。このように、盆栽は知らず知らずのうちに循環型システムが成り立っているので、ゴミの排出率を下げることができているのです。それだけではありません。盆栽は大気の質も向上させることができます。
人間が排出する二酸化炭素を盆栽は光合成を行い、二酸化炭素を酸素に変えて大気の質を上げることができるのです。ここで私はあなたたちに質問したいことがあります。あなたの家には大きな庭がありますか？一戸建てだとしても、限られたスペースの中で庭を確保することは難しく、マンション等の共同住宅に住んでいる人からすれば、庭に相応するものはベランダぐらいでしょう。また、一戸建てであっても、昔は垣根などで仕切られていて、キャッチボールができるくらいのそこそこの広い庭も多くあったと、簡単に想像できる人は多くいると思います。しかし、最近では垣根など見ることは珍しく、家の前が駐車場になっていて、そもそも家の前に庭なんてない。そして、機能性を重視した住宅が多く存在しています。そのようなことより、家の中に植木などの植物を植える余裕のある家はとても少ないのです。また、ここで炭素クレジットについて話そうと思います。炭素クレジットとは、企業が森林の保護や植林をする自然保護活動や資源エネルギーを削減する機器を導入することなどを行うことで生まれた CO2 などの温室効果ガスの削減量や吸収量を二酸化炭素の排出権として獲得して、他の企業などとの間で取引できるようになるという画期的なシステムです。どれだけ企業が温室効果ガスを削減、努力をしてもしきれない排出量に合わせて炭素クレジットを取引することで排出量の一部を相殺して埋め合わせすることができるということです。私はここからある着想を得ました。この考えは盆栽にも役立てることができるんじゃないか。そう考えました。確かに盆栽が出す二酸化炭素を酸素に変える量はほんのわずかしかないことは事実です。しかし、先ほど述べた緑が少なくなっている家で盆栽を始めたらどうなるのでしょう。ドラゴンボールでいうところの悟空がみんなの元気をもとに作った元気玉で魔人ブーを倒したように、私たちも塵も積もれば山となるという方式で、一人一人が盆栽を始めれば、日本は 1.2 億人もの人口がいるので、1.2 億鉢の盆栽を作り出すことができます。そして、緑の少なかった家に緑が増え、自然と触れ合うことができます。加えて、その盆栽でかなりの二酸化炭素の削減に貢献できます。これだけではありません。この削減された二酸化炭素は、今世界で環境問題とされている地球温暖化を抑制させる力も持っているのです。しかし、あなたたちはこう思うでしょう。盆栽なんて私たちにできるわけないだろうし、そもそもそんな盆栽やる余裕なんてないよ。と。しかし、私はここで声を大にして言いたいんです。盆栽に必要なもののハードルとっても低いってこと。盆栽に必要なものとして、私は3つあると考えています。まず1つ目に時間です。盆栽は夏であれば何回か水をあげないといけないし、日中会社で働くサラリーマンがわざわざ家に帰ってきて、水をあげなんて無理だって考える人が多いと思います。しかし、最近のコロナで状況が一変したのです。今までリモートワークが全く浸透していなかった社会で、コロナ禍となってリモートワークが受け入れられるようになってきています。このことにより、家でも仕事ができるようになったことで、盆栽に水をあげることが可能になり、その上、盆栽は仕事で疲れ切った心身を癒してくれるんです。このようなことにより、時間の問題を解決したのに加え、なんならヒーリング効果も見込めるのです。次に、二つ目はお金です。私は盆栽といえば、すべてが10万、20万して高くて買えたもんじゃないと考えている人が多く存在すると思っています。しかし、そんなことはないんです。この発表でも述べている通り、盆栽に無駄はとことんないので、技法を使えば盆栽を無限に増やすことができるのです。また、もし盆栽が出来上がれば、それを売ることもできるのです。そのような観点から見ると、これも解決したと言えますよね。最後に3つ目です。これは盆栽を置く場所です。あなたがイメージするのはきっと校長室とかによく飾られているとっても大きく立派な盆栽でしょう。しかし、それだけが盆栽というわけではありません。もちろん大きな盆栽もありますが、私はその中でも商品盆栽をお勧めします。なぜなら、商品盆栽は小さいものでは10円硬貨ぐらいの小さいものもあり、場所を取らないからです。つまり、狭いところでも盆栽を育てることが可能なのです。このようにあなたが思っていると、
盆栽を始めることは難しくないわけです。なんなら、始めようとすれば、今日から始めることができるぐらい簡単です。これほど簡単に始められるということは、より広まっていけば、盆栽はもっと広まっていくと考えています。なぜなら、ある会社の調査によると、コロナ禍で始めた趣味はという質問で、園芸が3位にランクインしているからです。つまり、それほど植物はみんなに興味を持たれている分野だとわかります。しかし、盆栽ユーザーが増えていないのは、盆栽の良いところを知ることもなく、悪い先入観だけが先行しているからなのではないでしょうか。みんなが盆栽を始めれば、二酸化炭素を削減でき、SDGs にもつながります。そして、盆栽に若いみんなが興味を持てば、環境も良くなり、盆栽の後継者問題も解決につながっていくのです。これは一石二鳥、いや、一石三鳥と言っても間違いではないのです。このように、日本文化である盆栽は、持続可能な社会を作り上げるための資源になると私は考えています。今回、私は日本文化である盆栽がいかに SDGs ナンバー11の住み続けられる街づくりをするための課題にどれだけ活用できるかについて話しました。そして私はその課題に対して実際に国内外に盆栽を広げることができました。それに加え、海外の若者にも盆栽についての興味を持ってもらうことができました。日本の文化であった盆栽をより世界に広めていけるよう、これからも頑張っていき、持続可能な、住みやすい街づくりに活用していきます。ご清聴ありがとうございました。